スモスのピンク、赤、白3色の塗り方の基本をやってみたいと思います。今ちょうどねコスモスが盛りであちこちに咲いていますよね。まずね軽く下絵を描いてみます。でコスモスなんですが基本的には8枚、ただ9枚だったり7枚だったり、このようにかなり幅のある花びらからこういうふうにね少し細い花びらもあります。絵としてはねこういうちょっとたっぷりめの幅のある花びらの方が綺麗かなと思いますね。今日の紙ですがウォーターフォードを 1F サイズに切っています。絵の具はホルベインですね。オペラ、キナクリドンレッド、クリムソンレーキ、レモンイエロー、サップグリーン、コバルトブルー、セルリアンブルー、バンタンバー、以上を8色で描いてみたいと思います。今日の光はね右上からにしときますね。器も描きませんので左下から右上に向かって伸びているこの枝の先に中心となる花を配置しますね。花の向きとしては真正面じゃなくってちょっと右上を見ているよっていう感じに描くと格好がいいかなと思います。で当然ここは見えないわけですね。真ん中に、おしべめしべの塊がありますよね。でそこから軽く湾曲して出るわけですね。1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚っていうことになりますね。で今気をつけないといけないのは真正面から見たように描かないっていうことと、時々ねちょっとここをねくるっとしますよ。ちょっとここがね上にめくれていましたとかね、そういう細かいニュアンスもつけられると造花を並べたような感じにはならないかなと思いますね。でここのギザギザです。ギザギザがね3つに山形になっていたり、4つに山形になっていたりするんですけど、これをあんまりね分かりやすい形にしないっていうことですね。ちょっと曖昧にしておくっていうことですね。なのでここも少しねあんまり角張りすぎるとちょっと花びらの形としてはきつい感じがしますので、少し柔らかめのシルエットっていう方がふさわしいかなと思いますね。ちょっと濃いめに描いておきますよ。これが白色の花とします。白色に白色を重ねてしまうとちょっと難しいよねっていう話になりますので、次にじゃあピンクを重ねますね。ピンクがこのように出ていました。向きは少しこっち向きかな。これよりもちょっと右向きにしますよ。そうするとこの辺りを中心にしてこのような楕円形を描くことになります。したがってここから出た花びらがここへ戻ってくるわけですけど、見える部分だけをちょっと描いてみますね。こういうことになると思います。はい、見える部分だけを描きました。いらない線もね消していって、ややこしくないようにしておきますね。ピンクの花も、かなりよく見えるところへ一輪置きたいので、例えばこういうふうにちょっと上向きに咲きました。上向きなので、かなり楕円に見えるでしょうねという想像がつくわけですね。したがってこんな風に描くとかなり上向きなんだねっていう気がします。これ1234567 8枚ありましたね。あんまり数えてなかったんですけどちょうど8枚になりました。
でこのくらいだとちっちゃいけれど額が見えるわけですね。ちらっとね。額もたまには描いてあげるといいかなと思いますね。で続いて、赤色を描きますよ。赤色はこっからこういうふうに来てこちら側に持ってきたいかなと思いますね。ちょっと下向き加減に描いてみますね。はい、こんな具合に描いてみました。で絵としてねバランスでいくとぐっと左上へ向かって伸び右真ん中へ向かって伸びっていうことでこういうふうなラインを描くように描いてみましたね。ここがね茎ばっかりじゃちょっとこれ困るわけです。ちょっと赤色が1個っていうことになりますのでここに白と赤をつけたいと思いますね。で向きとしては、真正面よりも少し下向き加減の方がいいかなと思いますのでちょっと下向きにしてみますね。こういうふうにちょっと真ん中が見えていて上の花びらが1枚2枚ちょっと垂れ下がった感じでね見えてましたよっていうことにしますね。そうするとぐっと下向き加減に見えます。こんな感じね。1234567っていうことになりますね。はい、これは上からこういうふうに出てきたっていうことになります。茎がね。そして、赤色をもう一つ心当たりに重ねようかなと思いますね。左横上向きぐらいで描いてみようかと思います。こんなふうにね。そうするとここにこういうふうに白にかかってこれます。要するにね白の後ろに何もないっていうことになるとかなり白を描くのがややこしい話になりますので少し白にかかるように描くっていうところがミソですよね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。でもう一輪だけねこちらにピンク色をねちょっと描こうと思います。ねこれはもうちょっとはみ出るぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。はい、これで下書きができました。はい、下書きをしてちょっとだけ薄めますよ。このねちょっと濃いめに描きましたのでちょっと薄めます。皆さんはね最初から薄めに描いてください。そしてマスキング液ですね。ここの真ん中のプツプツですね。おしべめしべの先端部分を少しねプツプツっと刺しておきますね。じゃあちょっとね乾かしますね。それでは、塗っていきたいと思います。まずね小さい絵なんですけどちょっと下塗りをしておこうと思います。でその下塗りの時に白色の花は残しておくっていうことが大切です。ピンク色をつけていきますね。オペラ一色です。かなりね派手な感じですよね。これをこの白の周りに投入していきます。ここにピンクの花がありますので、当然ここら辺りはピンクになるだろうなっていうことは想像がつくわけですけど、花の中を塗るんではなくって花のある空間を塗っていくっていうことになります。しっかりぼかします。ちょっとねパラパラ取っておきます。からこちらの方ですよね。こちらもピンクということですのでざっくりこの辺りにねピンクをかけておきますね。これもしっかりぼかします。そしてこの色にクリムソンレーキを混ぜます。ちょっと冷たい赤になります。これをこことここの赤ですよね投入していきます。
まだね乾いてないので、にじむわけですが、別ににじんでも構いません。ただ白の花の中には入れないっていうことですね。はい、これもねあんまり全部塗ってしまわないで、ちょっと置いておいて、あとはぼかしてあげますね。でこれもちゃんと始末をしておきます。そして今度は、きなくりどんも使ってみますね。オペラよりは落ち着いたピンク色になります。ちょっと置いてみますよ、この辺りにね。オペラよりちょっとあったかい感じの色ですよね。この色にセルリアンを入れます。紫っぽい色になりますよね。これをこういうところに入れておきますね。なるべく光から反対の方向に入れるっていうことになります。はい、これもしっかりぼかします。ティッシュでしっかり始末をしておきますね。これを見ただけでも結構綺麗な感じがしますよね。でそして今度はね、ちょっとこの辺り茎とか葉っぱのイメージもねちょっとだけ入れておこうと思いますね。サップグリーン、これにセロリアンを入れます。バーントアンバーを入れます。かなりね灰色っぽい色になりますね。青みをちょっと強くしますよ。これをからこういったところですね、茎が見えたり葉っぱが見えるだろうなと思われるところに投入して、これもしっかりぼかします。これがねあんまりきつい色だとちょっと花の色の邪魔になることがありますので、しっかりぼかしてください。ほのかに緑を感じますよっていうぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。でこれもパラパラと取っておきます。このくらいの色だったらそんなに邪魔にならないっていう気がしますので、いいんじゃないかなと思いますね。ついでにレモンイエローもね差し込んでおきますよ。この真ん中に差し込んでおきます。それから、このねグリーンのこの横ですね、少し明るい感じになりますのでレモンイエローを差し込んでおきます。これもしっかりぼかして始末をしておきます。はい、じゃあこれでね一旦乾かしますね。はい、だいたい乾きましたので細かい作業に入っていきたいと思います。全部塗るっていうことではなくって、例えばこの色でこの鉛筆の線に近いところをこういうふうにね線描されてもいいわけです。必ずしも中から塗っていかなきゃいけませんっていうことはありません。ただ全部線描だけで終わるっていうことはありえないわけで、その塗っていく方法ですが、オペラを少し多めに解きますね。でここの一番中に置きます。水筆で外に向かって誘導します。こちらもそうですね、外からお水を持ってきて自然にねにじんでいくっていうことの方が綺麗かなと思います。ざっとにじんでしまって色がちょっと足りないなと思ったら、乾かないうちに足していくっていうことですよね。立て続けにやっちゃうと2枚一緒になってしまいますので、1つ開けといてっていう作業になってきます。はい、こんな感じでやっていきます。それから今度赤色の花びらですね。赤色の花びらはクリムソンを多めにします。で、場所によってはねちょっと紫色がかった方がいいので青を足すといいですよね。この外の部分からいきますよ。置いておいて水筆を、外から持ってくるっていう作業になります。
すぐそばはできないので、離れた花びらで同じことを繰り返しますね。乾かないうちにすぐ隣を触らないっていうことが非常に大切になってきます。で1個の花を仕上げて次に行くっていうことではなくって、あっちこっちの花を触りますね。ただちょっと白い花はね後回しにして、ゆっくり後でじっくり考えながらやるっていう方が、慌てなくってもいいかなって思います。赤だけで3色 さらに青が2色ありますので、微妙に変えながら描いていかれるといろんなパターンの赤色が生まれますので、飽きのこない絵になるかなと思いますね。はい、じゃあねちょっとこのようなことを繰り返してやってみますね。白い花びら以外は、だいたい色が入りました。だいたい乾きましたので、ちょっとねここでいらない鉛筆の線消せるだけちょっと消しておこうかなと思いますね。特にねこの白い花の鉛筆の線は色が入っていませんので、比較的消えやすいわけですね。できる限り薄くしておきます。白いコスモスの花びらの重なりですね。それをちょっとねやっていこうと思います。で何色でやったらいいのかなっていうことなんですが、青っぽい灰色がいいんじゃないかなと思いますので、セルリアンとバンタンバ少しですね、ちょっと緑っぽい灰色になるわけです。でもうちょっと濁らせたかったら赤を少し入れるとしっかり灰色っぽくなりますね。あまり濃くすると汚いので薄くしますよ。でこういう翻ったところですね。翻ったところの下側に影をつけるっていうことになります。あんまりこの暗い色を引きずりすぎると、非常に汚くなるので、濃すぎたかなと思ったらちょっと押さえてね薄くしといていただくとそんなに汚い感じにはならないと思いますね。でこういう花びらと花びらが重なり合うところもちょっとこの色で影を作りますね。でしっかり伸ばしておきます。で場所によってはね少しこの青を強調してもいいんじゃないかなと思いますね。赤を強調してしまうとピンクとか赤い花とあまり変わらないねっていう話になってしまうので、どちらかというと青っぽい色の方が違いがはっきりするかなっていう気がします。ただ青い花っていうことではないのでちょっとあんまり真っ青の色っていうのはよろしくないかなと思いますね。はい、そして今度はね、額をつけていきますね。この緑あるいはねもう少し灰色っぽくしてもいいんじゃないかなと思いますので、バンタンバーとセルリアンで、灰色っぽい色にしますね。あんまり濃く描かない方がいいと思いますね。ちょっと物足りないぐらいがいいと思います。茎もね一応入れときますよ。だいたい色がつきましたし、白ピンク赤っていうことでね、
書き分けもできました。でただこういうまだはっきりこうシルエットの出ていない部分ですよね。こういうところを線描で少し補強しておくといいんじゃないかなと思います。ちょっと暗めの色でね細く描きますので、あんまり薄い色だとわからないっていうことになります。全部厳重にねやってしまわない方が自然な感じがすると思いますね。鉛筆の線だけで持ってるっていう場合もありますので、そういうところもねちょっとこのシルエットがはっきりするようにちょっとだけ線描されると非常に繊細な感じになっていいんじゃないかなと思いますね。そしてね、茎と額は描きましたけど葉っぱを描いていないわけですね。で葉っぱなんですが細くってこうちょっとカーブしてるんですね。あんまりこう厳重に描くんじゃなくって、程よく入れてみるみたいなことですね。なるべく細めに。で色もね少し変えてください。暗めの色にしたり明るめの色にしたりっていうことで、暗い方はねちょっとコバルトブルーを入れてみたりして暗めの色にされると、細くってもかなりねしっかりこう見ることができます。はい、このくらいでねとりあえずいいんじゃないかなと思いますね。あんまり厳重にしないっていうことです。そして、もう乾いていますのでマスキングも外しますよ。そうすると白いプツプツがしっかりね出てきてすごく効果的かなと思いますね。ただ白い花の中の白いプツプツっていうのはほとんど見えないわけで、その場合には赤にちょっと黄色を足してあげてプツプツの下に補強しますね。ちょっと色を暗くしますね。バンタンバーも入れたりしてちょっと色を暗くしますよ。そして赤い方ピンク色の花の先端部分に、プツプツを入れるといかにもっていう感じがすると思いますね。これもあんまり入れちゃうといやらしいのでちょっと控えめに入れるぐらいが上品でいいかなと思いますね。はい、このくらいでいかがでしょうか。これでね一応書き分けはできました。ただこの作品としては、かなり数を絞って書きましたので完成度としてはいまいちなんですね。なのでこれを一つの作品として完成させようと思ったらこれにもうちょっとだけね手を入れます。この色に少し、コバルトブルーを入れて紫に傾けるわけですね。で薄くしますね。こういうところに一筆書きのようなつもりで軽くね花びらを描きます。つまりまだまだ花がたくさんあったんですよっていうことを言おうとしているわけですね。厳重に描かないということがとっても大切です。こういうところにもね、要するに向こうの方に本当はいっぱい入ってたんだけど手前ほどしっかりは描きませんでしたっていうことですね。こうすることによって、盛りだくさんな花がびっちりありましたっていうイメージになるかなと思いますね。茎や葉っぱもかなり薄めにします。しかも灰色っぽい色でね暗かねこう足すわけですね。錯綜感が欲しいっていうことです。まだ乾いていませんので根元に入れると、濁るわけですね。で額の代わりとか、そういうニュアンスをつける意味になりますのでちょっと入れられてもいいかなと思います。
はい、コスモスのね簡単な描き方をやってみました。一応作品にしましたので、サインを入れようと思いますね。はい、3色の塗り分けやってみました。